こんにちは、のぞみです。ここはバリ島にあるサヌール港。私は NGO の FNPF ヌサペニダでボランティアをするため、高速船でバリからペニダ島に向かった。8月の観光ハイシーズンで港は外国人観光客でいっぱいだった。約45分かけてペニダ島へ到着。海がとてもきれい。朝ごはんをサヌール港で食べようと思ってたけど、早い便に乗せてくれたので到着して食べた。ペニダ島ではリゾート開発が進んでいて、ここも観光客向けといった感じだった。タクシーで迎えに来てもらって早速ボランティアセンターへ向かった。FNPF はインドネシアにあるグループで森林再生や野生生物の保護などを行っている。ここヌサペニダのボランティアセンターでは主に野鳥の保護活動を行っている。ここが1週間滞在させてもらう私の部屋。カリマンタンの時と比べると少し涼しかった。茅がついてるのでありがたい。ボランティアは私一人だったけど、フランスからインターンで8人来ていたので賑やかだった。ずっと前にフランスに留学したことがあるので、忘れかけたフランス語と覚えたてのインドネシア語と英語が行き交ってちょっと混乱した。この日は説明を受けて敷地内で育てている野菜の水やりを行った。敷地内のいろんなところで野菜を育てている。ここでは水耕栽培や畑で野菜を育てたり、苗木も育てている。また樹木と農作物を一緒に植えるアグロフォレストリーもしていて、いろいろ植えていた。この肥料は牛のうんちに見える。牛さんがいたのでそのものかもしれない。FNPF ヌサペニダでは野鳥の保護活動に力を入れている。絶滅が危惧されているバリ島のカンムリシロムクを含めたいくつかの鳥をペニダ島で放ち、島全体で育てている。カンムリシロムクはその美しさからペット目的で乱獲され、一時は野生の個体数が激減したけど、こうしたプロジェクトにより徐々に増え続け、育った一部の鳥たちをバリ島に返すまでになった。ペニダ島でこのプロジェクトが行われた理由は、保護区域があるにもかかわらず、バリ島では密猟が絶えなかったそう。ペニダ島では島の人たちと協力して各地に巣箱を設置して野生での繁殖を見守った。FNPF では毎日モニタリングをしていて、私もさせてもらった。双眼鏡を使って巣箱の周りにカンムリシロムクが何羽いるか20分観察する。双眼鏡を使ったのが初めてで、音はするのに姿が見えなかったりして結構難しかった。また内視鏡カメラを使って巣箱の中身を確認する作業も行った。私が行った巣箱では羽やプラスチックしか映らなかったけど、他の方のカメラで卵が写っている写真を見てとても嬉しかった。
FNPF から10分ちょっと山道を下ると海沿いの道に出る。この辺りには地元のお店、マルーンがいくつかあるので、毎日お店を変えて食べた。インドネシアの発酵食品のテンペがカリマンタンとはちょっと違う調理で小さくてカリカリしていて、これもまた美味しかった。海沿いには観光客向けに新しいカフェが立ち並んでいた。バリで見かけた雰囲気に似ていて、ヴィーガンカフェがあったり、ちょっとおしゃれなお店が並んでいた。値段はローカルのお店の3、4倍くらい。近年観光客が増え続けていく中で、もともとやっていた仕事を辞めて収入のいい観光業に切り替えている人が多いそう。ペニダ島では以前は海藻を育ててた人が多かったけど、観光業が盛んになるにつれ海が汚染され海藻の品質が低下してほとんどの人が辞めてしまったそう。観光開発が進んでたくさんの人が押し寄せることへの影響はとても大きい。ホテルやレストランなどの廃棄物汚染、農薬や排水の汚染、また船や間違ったダイビングによる海やサンゴ礁へのダメージなどいろいろな影響がある。また島内でたくさんのゴミが捨てられているのを目の当たりにした。特にプラスチックの問題は深刻で、海に流されても土の中に入っても分解するのにかなりの年月がかかり、いろんな問題へとつながる。FNPF では島の人たちと一緒に定期的にビーチクリーンをしているそう。問題に対してできることはほんの少しずつだけど、やることで人々がゴミやプラスチックに関して知るきっかけになるからとスタッフが話してくれた。私も同じような思いでビーチクリーンをしていたのでよくわかった。FNPF までの山道には地元の人が植えた木がたくさん植えられている。ここはもともとこのような岩でできている。FNPF の周りも元は何もなかったそうだけど、木を植え育て、今では立派な森ができている。また FNPF で育てた苗木を島の人たちに配って島全体で森を作っている。それは鳥や動物たちの住処を増やすことにもつながっている。これまでは野鳥の保護活動にフォーカスしてきたけど、今ネクストゴールを考える時期に来ていると話してくれた。例えばバニラを栽培し、うまくいくかどうかを試してみて、それらが何かに使えないか考える。そうやっていろいろなことを試してみて、それらがうまく機能した場合、島の人々が自分たちの力で生きていける手本になるだろう。ほんの1週間だけど、ヌサペニダで活動ができてよかった。中でも島の子たちへの英語のクラスが楽しかった。FNPF ヌサペニダの皆さん、ありがとうございました。私は短大の時、観光系の授業が多くある学科にいた。その中でエコツーリズム論というのを学んで、従来の観光とは違った持続可能な観光業があることを知った。自然や文化を守りながら観光できるエコツーリズムが機能している場所は世界中にあり、これから開発が進む場所でもそういった点を重視していくことを願う。未来の子どもたちのために。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価をしてくれると励みになります。それではまた次回の動画で